こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。さ、今回もヤマハの新型、MT-07 のまとめ情報だ。新型バイク動画を作り続けて約半年経ったが、3モデル連続発表っての初めてだぜ。国内モデル発表が保有になってたモデルが一気に放出されましたね。MT-07 は街で映えるデザインと、優れたコスパを兼ね備えたロードスポーツバイクだ。その魅力をビシッとお届けするぜ。あれ、多少のデジャブ感が。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。さて、今回の流れはこんな感じだ。1、新型 MT-07 の特徴紹介。2、スペック。3、ライバル比較。です。さて、始めるぜ。1、新型 MT-07 の特徴紹介。MT シリーズの始まりは、2005年海外向けに発売された MT-01 だ。乗って楽しいバイクはトルクのあるバイクだってことで、V 型2気筒で 1670cc、最大トルク 15.3kgF を3750回転で発生させるエンジンを搭載してる。こいつがメガトルクの始まり、略して MT というわけだ。ちなみに現在の MT は、マスターオブトルクですよね。おしゃれになったな。メガトントルクでもよかったのに。で、MT-07 はいつ頃登場したの？ MT-07 は2014年、MT-09 発表の少し後に登場したぜ。当時は MT-09 のクロスプレーン仕様の3気筒エンジンが話題になってましたね。なんで MT-07 が大注目ってことはなかったな。しかし、その後のレビューや検証で、MT-07 に込められたたくさんの思い、知恵と技術を知ることになる。その思想は脈々と受け継がれ、今回の新型 MT-07 にも宿るってわけだ。ふむふむ。今回の新型3連発で、トレイサー9と MT-09 はモデルチェンジとなったが、MT-07 はマイナーチェンジって扱いだ。見た目も新 MT シリーズにガラッと変わったのに、なんで MT-07 だけマイチェンなんでしょうか？モデルチェンジってことは、ある意味作り直しだ。先代から蓄積された情報をもとに、より高性能なバイクを作り直すって頃だ。ガラッと変わったんだし、MT-07 もモデルチェンジってことにしたらよかったのに。わかりやすいし。だな。でもモデルチェンジってことは、出来上がったバイクは別物だ。以前の製品とは異なる製品として販売することが、一般的なモデルチェンジですからね。しかし MT-07 はトレンドは追わず、バイクが持つ機能はミニマムのままだ。デザインは今時だが、その中身は普遍的だ。先代と同じ土俵の上で、性能向上を追求する。マシンとライダーを隔てるものはなく、すべてを受け止め、ありのままを返してくれるバイクだ。ありのままの大裸のバイクだ MT-07。その通りだ。MT-07 にはそんな雰囲気を感じるぜ。で、市場の反応は？2015年の大型部門で販売台数1位を記録してる。おう、自他ともに認める魅力、ってことですね。そして2018年発売の2代目では、MT-09 の丘を拝借した。今回と同じように、車体構成や動力性能に対しては先代を継承してて、電子制御や支援機能は採用されていない。そして今回の3代目だ。何が変わったのかな？今度こそ、夢がもりもりかな？それがなんと、新型 MT-07 はヘッドライト周りが変わったぐらいで、新しい機能は増えてない。ベタな展開ですみません。先代たちの特徴だった、低価格、軽量化、刺激的なエンジンなど、しっかりと新型にも継承されてるぜ。本当に本当だというわけで、新型仕様を見ていこうか。2、スペック。見た目。一番の注目ポイントは、この顔つきだな。アリさんみたいですね。この路線で進化してくと、ヘッドライト部分はなくなりそうですね。それはない。ヘッドランプ周りの説明はこう書いてある。コンパクトなヘッドランプ周りによって、一目で MT-07 とわかるデザインに仕上げました。いや、MT シリーズだとは一目でわかりますが、07だとは簡単にわからないですよ。次はタンクだ。タンク周りのデザインも一新されてる。どの辺が？タンク周りを構成するパーツ点数を減らしたり、素材をアルミダイキャストから樹脂製に変えて、軽量化してる。アルミって軽さが売りなんじゃないの？なんで樹脂にしてるの？金属の中ではアルミは軽量だけど、樹脂と比べたらアルミのが重いからな。そうなんですか。あと、ハンドルの左右幅は 32mm 広く、ハンドル高は 12mm 高くなったぜ。この変更で、大柄なライダーでもゆったり乗れるって説明がありましたね。それだけじゃないと思うぞ。この変更だと、てこの原理でハンドル操作が軽くなったり、バイクを手押しするときも力が入りやすくなると思うぜ。ボディカラー。今回は3色展開だ。先代は明るいグレーがあったけどなくなった。イメージカラーのパステルダークグレー、RK に採用されてるディープパープリッシュブルーメタリック C。エンジンカラーと相まってより映えるマットダークグレーメタリック6だ。ホイールカラーはボディカラーに合わせて変えてるんですね。朱色のバーミリオンカラーはいつ見ても鮮烈だ。
体感ゲームの AM2 件が作った RPG ってことで、色々鮮烈でしたね。それはメガトラ用バーミリオンだな。エンジン。エンジン波688立方センチメートル、直列2気筒、CP2 エンジンだ。主な変更点は、ユーロ5対応させるための ECU セッティングと、排気系仕様、液マニ形状の変更だな。出力は73馬力で変更はないが、トルクが 6.9kgF から 6.8kgF に下がってる。ま、体感できないレベルですね。資料を見比べてたら、MT-07 のエンジンは MT-09 のエンジンよりストロークが少し長いんですね。MT といえばトルク命だ。ロングストロークになるほど燃費と低速トルクが良くなるからな。MT シリーズの中で、より MT らしいバイクってことですね。新型の燃費は 24.6 キロ、先代より 0.7 キロアップしてるぜ。よし。ちなみに2気筒エンジンは、組み合わせや配置で多様な種類がある。MT-07 のエンジンは並列だが、他には V 型、水平、等間隔不等間隔爆発などあり、どれもフィーリングが異なる。今回の MT-07 のエンジンのパルス感、フィーリングがどんなものになってるのか、興味津々だ。ブレーキ&タイヤ。ブレーキ周りは変更されてますね。仕様的には MT-09 と同じですね。だな。フロントブレーキローターが 16mm 大きくなって 298mm へ。初代はペータルタイプだったけど、2代目から新円状に変わってる。ペータル？これだ。花びら型だな。この形状は、新円状と比べ軽量で放熱性が高く、さらに摩擦力も高い。最近はあまり流行ってないけどな。MT-07 は車体重量や出力が MT-09 より控えめだから、これでも十分な制動力を得られるってわけですね。タイヤはウェット性能に優れた新ラジアルタイヤを装着してる。MT-09 やトレーサーはブリヂストンでしたけど、MT-07 はミシュラン製ですね。開発プロジェクトリーダーが欧州の人だから、かもな。見えない力が働いたのか。知らんけど。サスペンション。サスペンションについては、キャスター、トレイル値の変更もなく、走りが大きく変わるような構成変更もない。MT シリーズで成立フォークなのは、この MT-07 のみなんですね。なんでだろ。扱いがマイチェンだからかな。確か MT-03 は2020年のマイチェンで成立から倒立に変わってたな。それに兄弟車の新型 R7 も倒立に変更されてるしな。なぜ成立のままにしてるのか。全体のバランスを保つため、だと思ってる。MT-07 のコンセプトには、普通の人が普通に扱えるバイク、ってのがある。週末に乗って、たまにツーリングに行って、ほどほどにバイクで遊んでる。毎週天気を気にせず山奥の峠に行って、一日中走り回って遊ぶ人のことは普通の人と言わない。それ、誰のことですか？ MT-07 は先に話した通り、普遍的な中身で勝負するバイクだと思ってる。なので、今の構成をガラッと変えるような仕様変更はないんじゃないかな。ずっとこのまま？ずっとこのまま。あ、テネレ700もそんな感じですよね。だな。700っていう、ある意味中途半端な排気量だからこそ。こうした特色を出してるのかもな。より走りを追求するなら MT-09、快適に長距離を走りたいのならトレーサー9って選択肢が用意されてるしな。主要装備とアシスト機能。メーターが新しくなったな。メーター内には時計、外気温、ギアポジション、トリップ、オドメーター、タコメーターが表示されるぜ。外気温が大きく表示されてますね。これ必要？俺は気温表示はよく使うな。ツーリング先の気温を覚えといて、服装選びの参考にしたり、路面凍結とかに注意したりしてる。年中バイクに乗ってる人には御用達ってことですね。あと、気になる装備はありますか？ないな。て、そもそも支援装備は ABS だけだしな。トラコン、アシスト&スリッパークラッチ、クイックシフターはついてないぜ。今までの流れで実はついてましたって話なら、ちゃぶ台ひっくり返します。MT-07 には、ライダーとバイクの間に入るデバイスは少ない。入らないでなく、入れないって選択ができることが、山原しいと思うぜ。トレーサーを買うつもりが、テネレの実車を見たらボレって買ったって人もいるぐらいだ。何が決め手になるかわからないですね。こうした情報を持っていれば、バイク選びもより楽しくなるな。気になるバイクがあれば、他の青月電子台動画も参考にしてくださいね。じゃ、お次は同クラスのライバル比較といこうか。3、ライバル比較。国内メーカーのミドルクラスバイクと比較してみたぜ。比較車種は、ホンダの CB650R、スズキの SV650、川崎の Z650 の3台だ。もう、どのメーカー好きかで選んだらいいんじゃないですか？ま、それも一つの選び方だけどな。では、比較評論。まず価格だが、一番リーズナブルなのは SV だな。いつも通りの展開ですね。スズキは大抵お安いです。それに、タンク容量と燃費のバランスもいいから、航続距離も一番ですね。そして、エンジンもこの中では異例の V ツイン。MT-07 紹介の動画なんだが、ほんと、迷ってしまいますね。いや1ミリも迷ってないし。自分の中になんか基準がないと、選ぶのに苦労しそう。いや鈴木一択だし。レイムはバイクはホンダって設定じゃなかったっけ？あ、そうでしたっけ？
じゃ、改めて聞こう。霊夢が乗るならどのバイク？やっぱりホンダで CB650R です。支援装備が魅力的ですね。アシストスリッパークラッチ、トルコン、倒立サス。これだけついて97万9000円。どうですか？なんだその手のひら返しは。ま、MT-07 と約16万円の差か。分割にすれば気にならないけど、一括払いなら気になる価格差だな。この差額をオプション装備に回せば、結構なカスタムもできるしな。マリサは？俺は MT-07 だな。実車を見て、そのオーラの迫力に押されてみたい。そしてハンコも押してみたい。押してこい。なかなか実車にお目にかかれないけど、ぜひ生で見てみたいぜ。見る機会があったら、ぜひチャンネルで紹介してくださいね。合点承知。街を見せる、スポーツ、MT-07 は2021年7月28日発売で、価格は税込み81万4000円です。じゃ、今回は以上だぜ。次は、青子のバイクニュースのコーナーです。こんにちは、青子のバイクニュースのお時間です。今回は、ちょっと嬉しくないニュースなんですけど、どうした？ホンダのレベル250、フォルツァのリコールニュースです。どんなリコール？透過装置において、走行用全消灯とすれ違い用全消灯を切り替えスイッチの接点構造が不適切なため、ハンダフラックスが接点表面に残留するものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、切り替えスイッチが接触不良となり、最悪の場合、走行用全消灯が不当となる恐れがあります。という内容です。スイッチ部分の不良か。よくある話じゃないのか？スイッチの不良はよくありますが、今回気になるのはリコール頻度とリコール台数です。21年に入ってからリコールが連続発生してます。対象は合計約5万台と、20年の国内販売台数と同じぐらいです。ちょっと台数が多すぎるな。主な車種は、レベル250、CBR250RR、フォルツァなどです。ホンダの売れ筋250クラスなので、特に台数が多いですね。気になる方はホンダのリコール情報を確認してくださいね。ライトは大切だ。早めのチェックよろしく。ちなみに、最近ラリーのリコールはあったんですか？最近だと、後部反射機の基準不適合ってのがあったな。CRF250L ラリーの場合は、新型の MD47 で100万、7から100万、2609、令和2年10月30日から令和3年2月20日製造分と、先代の MD44 で120万、2257から120万、3216、令和2年1月18日から令和2年6月11日製造分だ。ってことで、対象外だったぜ。主のラリーにはライトはたくさんついてるから、一つ切れても問題ないな。その分明るいから、よく昆虫アタックを食らってますけどね。あれはマジで痛い。夏の夜は、暑いからといってバイザーを上げて走らないようにな。では、今回はこの辺で。それでは、See you!